じゃあ本当にお疲れ様です、柴田さん。ようこそ。その映像を見ながら説明した方が、皆さんも多分分かりやすいと思うので、振り返りですね。だからちょっといいですか。はい。そうか、じゃあ早速この花、とかレンゲのなんか意味とかって何でしたっけ？レンゲの意味は緑肥やね、グリーンファーティライザー。レンゲは空気中にあるたくさんの窒素をパクパクパクって捕まえる、自分で肉を作れる能力があるんで、レンゲを作った後の地面はレンゲがこう空中窒素を固定っていうんだけど、捕まえてくれた窒素があるんで、肥料やらなくても OK。 でもこの違いがすごいなって思って、こっちが柴田さん、こっちが隣の植物の力を使う。うちは多くの人はケミカルファーティライザー。でもこれでも全然見えると思うんだけど、なんかそのラフな感じ。そうね、クルードと言ってもいいかもしれないですね。スポンテニアスって言ってもいいかもしれない。ワイルドだよね、本当にね。で、子供たちとかその家族がいた時の映像も楽しいなと思って。ほいほいほい。みんな元気でね。そうやな、カエルじゃな。これもなんかやっぱなんていうんだろう。うちは虫とかカエルとかね多いからね。何でもない生き物がたくさんいるのっていいんですよ。何でもない虫がたくさんいると、悪い虫の増殖が相対的に抑えられるけど、クリーンにしちゃうと、ちょっと悪い虫が出てダーンって降ってしまう。レンゲの種で、その種をすき込む、こうやって種をすき込むと、次の年その種が生えてくれるので、俺レンゲにお祈りしてるだけで、勝手に生えてくれて、勝手に窒素固定してくれて、ありがとう。これもじゃあ何年か前に初めてやって、もうそれ以外はで、生えが悪いなって思う田んぼにちょっと期待したりするけど、毎年真剣には巻いてない。茶色いとんがったのがスズメの鉄砲だけど、スズメの鉄砲は役に立つ草ってわけじゃないけど、何でもない草がたくさん生えると、悪い草、生えてほしくない草が結果的に相対的に抑えられるんで、ありがとう。これはそのすき込みをするところですね。上から見るとかっこいいな。これは何でしたっけ？これね、苗代、苗床、苗を作るところですな。シードリングですね。シードリング、ちょっとスペシャルなテクニックで、普通はこう分かれてない、ベターっとした地面、苗の箱の中にベターっと土入れるけど、これはワンポットワンポットがセパレートされてて、そうするとね、でっかい苗が作れて、でっかい苗を作ると、いいんですわ。じゃあ後ででっかい理由はちょっと、でっかい苗で、これは今何やってるの？これ白柿。田植えの前に、田んぼの泥を水と混ぜて、おかゆ状にしてる。植えやすくするためにもあるし、草を抑える。それまでさっきスズメの鉄砲とか生えてたけど、他のいろんな雑草もこうやってすき込んで、トロトロぐちゃぐちゃにしてると枯れる。土が出るか出ないかぐらいの、すごい水少なめにして、その方が植えやすいから、その植えやすいためにあんまりたっぷり水入れてないんですよ。で、それは後から後からドバーンって水入れるんですよ。そうか。その時にでっかい苗の方がいい。ドバーンって水入れると草が生えにくいんですよ。入れた方がいい。今これ水がほとんどない状態。田植えはこの方がしやすいけれど、田植えって植えやすくするのと、田んぼの水の持ちが良くなるっていうのと、あとは草との競争で稲が先行してる。でっかい稲を投げると競争がもうスタートが、稲はもう大きい、やつらまだ小さい、その差を利用してる。だから大きくないと草に負けちゃうっていう感じ。そう、でもこうやってポンプで、田植えの後もポンプで水を入れて、北の方の山の方の水はすごくクリーンで綺麗だけど、それはプアとも言えるわけですよ。この辺の水は徐々にいろんなものが溶け込んで、リッチになってるってこと。
だからまあ栄養分とかそうなのでレンゲのおかげ、それと稲のこう藁も返す、それとやっぱお米がすごい素敵なのは、水をやってればできる、麦だったら水つけたら枯れちゃう、豆も枯れちゃう。でも稲は水をやるとできる。でその水は栄養を含んでる。これ秋ですな。これが最後。うち無肥料栽培してるのに、なんでか知らんけど、色が濃い。なんだろう、他のところはこう冷めた黄色なのに、うちなんかこうギュッとしたちょっとこうオレンジ色がかった黄色だし、多分土の中に目に見えないそのバクテリアとか、こうファンジャイ菌とかがいて回り回って肥料になってるんじゃないかなって想像してるんですけど、ひょっとしてコンバインがコンコロリンって転ぶ可能性があって、知り合いでもねお亡くなりになった方がおるんですよ。いや怖いね。うちはまだこんな小さなあぜだけど、よそはもっとあぜが大きかったり、とっても怖いところなんで必ずコンバインから離れる。これが確かその米、そうさーって出すやつ、ドバー、この子の声面白かったよ。うん、わーって言ったから、娘の友達の子やな。でこれ次のステップは何なんですか？これね、乾燥機に今これ入れてます。これ乾燥機のお腹にドーッとお米入れて、お米って稲刈りしました、このまま積んどきますって言うと腐っちゃうんですよ。水分がね 25% とかのぐらいで刈るんだけど、自分のこう水分、自分の発熱で煮えちゃうんですよ。だから速やかに乾燥して水分はキュンってこう 15% ぐらいに下げないといけない。その稲のお米の水分の動きを見ながら稲刈りするんだけど、ほな 15% で刈りゃいいじゃんってなるけど、それね刈り遅れるんですよ。要するにお米がねバリバリに割れちゃうんで、小さい米になっちゃうんで、こう普通にみんなが食べてるプリッとしたお米にしようと思うと 25% ぐらいで稲刈りして、でそれを乾燥っていう。おまけにその柴田は酒蔵にお米を出してるんで、食べるためのお米だったらいやダーンって乾燥しちゃえばいいけど、酒米って砕かないように細かくならないように割れないようにめっちゃ細心の注意でものすごく時間かけて乾かすんで、なかなか手間がかかります。これはね、もみすりっていうこう米の粒グラインドした後にもみ殻が出る、もみ殻がこう山のように出る、それを田んぼに均一に巻いて、この地面に返す。稲刈りした後の藁も地面に返す。肥料みたいな。そう。柴田さんが作ってるそのサリークイーンっていうのは、まあちょっと何が違うの？日本の一般の米とは。キャラが違う。日本のお米ってコシヒカリが王様で、横綱でナンバーワンで、もっちりだけど、そんなお米を好きなのって日本人とまあ東南アジアの一部だけで、それ以外の全世界の皆さんってこう潮流種のサラサラっとしたパラパラっとしたお米が好き。サリー君は農水省の人が作ったんだけど、そのインド米のサラサラ感、日本米のもちもち感、ちょうど中間にしてるんで、その今までの日本米にないサラサラサラっとしたタッチ、だけど日本人が好むしっとり感とか甘やかさもあるんで、日本人受けする美味しいし、なんか僕は好きなのが、すぐ作れるじゃん。そうね、早いね、2分半。若い人に食べてもらいたい、若い人に戻ってきてもらいたい。何に？お米に。なんか食べてないって言ってたよね。そのパスタ、パン、ラーメン、うどん、餃子、スイーツ、ケーキ、みんな小麦粉で姿がいろいろ変わって多様性に富んでて、で魅力キラキラ溢れてるけどさ、米って言ったら全然そのバリエーション、多様性
ちょっと小麦に比べたら負けてるし、まあ、米粉で今頑張ろうとしてるけど、あれもまあ小麦粉の代わりに小麦粉のこう世界を追おうとしてる、なんかそこに切り込みをかけたいというところですね。Alright, so as funny as it sounds, I totally forgot to give a proper goodbye and thank you in the interview. So thank you, Shibata-san, very much. As well as a big thanks to my friend Keyturn. He helped produce this video. He introduced me to Shibata-san and drove me back and forth to his farm all the time. Big thanks to India and Alex as always for helping me do these videos. Thanks guys for watching. Let me know in the comments what you guys think, if you have any requests for videos, any questions about Shibata-san or his farm, and I'll catch you guys in next time. Peace!